皆さん唐突ですが、人はなぜ不幸になると思いますか？これね、答えがあるんです。格差があるからなんです。自分より裕福な人、自分より能力がある人を見ると、自分が急に不幸に見えてしまう。だからみんな人は不幸せなんです。今回は、この1800年代の世界で、私革命を起こしました。全人類が奴隷だったら幸せな世界を作れるんじゃないかと。この世界には貧富の差はありません。上級国民とやらも一切いません。全員奴隷。現在のイギリス、ロンドンの状態ですが、100年以上前に奴隷制を廃止したはずのイギリスが、現在全人類奴隷と。いやでも見てください皆さん。この幸せそうな顔。みんなこれ笑顔が絶えないね。幸せな街となっております。少年合唱団みたいなね。280万人が飢餓状態。これちょっとよくわかんないですね、これ。見てください。全員が仮想階級。中流や上級国民は一切存在しません。いや、素晴らしい光景ですね。全員が畑で働いていると。他のね、産業で働いている人たちは一人もいません。給料も皆同じ。現在の東京の様子です。いや、素晴らしいですね、これ。みんなが、120万人が全員畑を耕しているという。失業者？なんか、奴隷という職すらも失ってる人がいるみたいですね。奴隷以下。いや、あれちょっとね、最初の時点でもう格差起きてないか。服とかは足りないようですが、食べ物もちょっと足りないようですが、茶葉はたくさんあるんで、問題はないでしょう。小麦がなければ茶葉を食べればいいじゃないということで、やっていけるんじゃないでしょうかね。生活水準も低そうに見えますが、全人類、みんなね、同じなので、格差は一切ないと。妬み、嫉妬などは一切存在しない。もうピュアなね、世界でございます。奴隷制度によって戦争がこれから起きるアメリカですが、美しいですね。みんな畑。畑か鉱山。公務員なんていうエリート職は一切存在しません。じゃあ一体この人たちは誰なんですかね。奴隷の王。ただ全員が奴隷で兵隊もいないので、なんと軍隊や海軍は一切存在しないと。兵士が一切いないので、戦闘が一切ない。まさか、もうこの時点ですでに世界平和を達成したと。いや、素晴らしいですね、この革命の効果。いや、このままね、もう皆さんね、幸せにこのまま、過ごしていけるんじゃないでしょうか。もう俺ね、実況する要素ありますかね、これね。このまま終わるんじゃないですか、みんなが手をつなぎ、手と鎖をつなぎながら。幸せにね、皆さん暮らしていけるんじゃないでしょうか。さあ、日本人にもインタビューをしてみましょう。今どんな状況ですかね。現在、日本人全員が食料すらまともにね、食べれない状態ですが、これもね、平等なので、これも素晴らしいなと思いますね。一切の不平等はないと。一応小麦が2400個あるみたいで、必要なのが8300個。でもこの2400個どこに行ってるんですかね、これね。もしかしてこれ、食べれる奴隷と食べれない奴隷が存在するのでは？なんとね、金をばらまいてると。それによって、なんとね、政府黒字でございます。一応ね、奴隷の維持費も、そこそこかかるみたいです。見てください、これ。政治も完全にバランス。政権交代というものは存在しません。実際テレビの選挙とかでこんな結果になったら笑うわな。政権の中には、奴隷制支持派。私を奴隷のままにしてという人もある程度いるみたいですね。なんだこれは。奴隷の中で働く人と働かない奴が出てきた。しかも奴隷を工房の皆さんが、しかも兵隊も雇い始めた。奴隷の兵士、マムルークが出始めてきた。あれ？戦争が起きてる。なんか、兵士すんげえ少ねえな。すげえ大量の軍隊がいるのかと思ったら、1000人規模で戦ってるわ。なんか生活水準下がってないか、これ。気のせいか。でも安心してください、皆さん。識字率は 16% なんで、この人たち一切理解できません。自分が餓死してるということすらも気づかないんじゃないですかね、この識字率だったら。フランス・パリではもう奴隷は 20% しかいません。ほとんどの皆さんが働いている。もしくは公務員になってますね。なんだ、上級国民もついに現れてしまった。172人。ただ相変わらず飢餓が続いてますね。これ完全にあれだよね。畑以外の仕事をし始めた人が悪いよね。これ公務員とかね。これ畑仕事してる奴ら以外みんな粛清できない？これ。医者とか。みんなが畑仕事したら幸せな国作れるのに。今度カンボジアとかでやらない？それ。そんな中で未だに人口奴隷 100% なのがペンシルバニア。それでも人口は増えてるんだね。なんでスロットみてえになってんだ。お隣のニューヨークも、まだ奴隷そこそこいるね。この状況で自由の女神奴隷に作らせてみてほしい。オハイオ州も奴隷 100% だね。ジュースみたいに。奴隷の人たち見てみっか。なんでファイティングポーズしてんだこいつ。一応タバコも吸ってるらしい。なんかそこそこ文化的な生活はできるんだね。この世界でも。ここでちょっとね、島国の
部族たちにもインタビューしてみましょうか。北島さん、よろしくお願いします。意外になんか持ちこたえてないこれ。いや、ゼロだらけですね。完全にあれだからね。全人類ベジタリアンだからね。北京の貧富の差やばすぎるだろ、これ。普通のゲームよりも高いじゃねえか。むしろ貧富の差が拡大するっていう。ちなみに久しぶりのビクトリア3実況なんですが、なんとですね、この撮影してる現在、今知ったんですけど、明日新しいアップデートが来るようです。ふざけんなマジで。せっかく久々にビクトリア3実況したのに、パラドがね、なんと新しい DLC を忍び込んできたみたいです。これなんか悪意あるよね、これね。明らかに俺が復活するタイミングで新しい DLC 出してるよね。おそらくあれだろうね。うちの部屋の火災報知器とか監視カメラなんだろうな。パラド社員が常に日々録画してるんだろうな。そういうね、ノイローゼになりながらも、ストレスに耐えながらも、この実況をやっていきたいなと。もうなんか、大戦争が起きてるけど、この間に。いや、なんか、攻撃力低くないこれ。でもあれかもしんない。兵士全員鎖で繋がってるから、今追跡してるけど相当移動速度遅いのかもしんない。フランスでは今法律を変えようとしますね。レッセフェール。人よりも経済の方が自由になってんじゃねえか。イギリス領セイロン。ここも、でもなんか、69人。69人の労働者がいる。ただみんな仲良く畑で働いてるね。なんとですね、この島では服が一切生産されてません。この人たちは何なんですかね、これ。これボディーペイントですかね、これ。相当よくできたボディーペイントかもしれないね。影までしっかり描いた。フランスで奴隷の反乱が、やばいぞお前。王は奴隷に負けるからな。ついにオーストラリアにも現れた。自由主義の反乱。奴隷たちがついに立ち上がったぞこれ。ただ弱い。弱すぎる。なんだこの弱さは。攻撃力18ってなんだよこれ。なんか鎖を武器にして戦ってんじゃねえのこれ。至るところで起きてるんだけどこれ。スペインでもついに奴隷たちが立ち上がり始めた。40% しかいないけど。少数派じゃねえかじゃあ。独立戦争。ついに国たちも自由を求め始めてきた。移住マップも見てみるか。なんか真っ赤っかなやつがいるな、これな。1週間で4000人が離れてる。奴隷が逃げ始めてる。ナジュドでも自由主義の反乱。共和国。自由を中心とした感じになってるな、これ。全然奴隷制続いてるけど。いや、この世界線のアメリカ強すぎるだろ。なんで現実で奴隷でボロボロになったアメリカがむしろ強くなってんだ、この世界で。また戦争を起こしてるし、ついに奴隷を完全に廃止した場所が現れたぞ。しかもむちゃくちゃ人口が増えてる。主に移住のおかげだけどね。アメリカ北部みたいな感じで奴隷がここに来たら自由になるのか、これ。で、結局ここまでやって一番生活水準高い場所ってどこなんだ？なんかイギリスが緑だな。すごくね、なんだかんだこいつら。むちゃくちゃ奴隷の人口少ないんだけど。もしかして、人の幸せと奴隷の少なさは比例するのか？なぜだ？もしかしてあれかな？人間ってみんな奴隷になりたくないから、奴隷から解放されると幸せになるのかな？まさかそんなことないよね。久しぶりに実況したけど、やっぱこのゲームいいね。本当に。いじりがいがあって。おもちゃとしてはもう100点だな。もう一本ね、ビクトリア3の動画あるんで、それもちょっと近々出せるかなと。もう一本も見てくれたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ルーポリでした。バイバイ。